石井幸喜が指摘しようとしていた。特殊法人、特別会計の問題が示唆していたのは、利益誘導による政治、官僚、財界の結びつきだ。そして、石井幸喜の指摘した特殊法人、特別会計の問題を突き詰めていけば、当時の日本には、いわゆる隠れた特権階級が存在して、日本の民主主義を破壊しようとしている。そのことが暴かれたはずだ。しかし、そうはならなかった。石井幸喜は暗殺されて、隠れた特権階級の存在も、暴かれることはなかった。かつて、世界中のほとんどの国は、封建制度による全体主義国家だった。封建制度下には、一部の特権階級と大勢の下層階級がいて、特権階級は下層階級の庶民の自由を奪うことで自分たちの立場を維持していた。彼らのやっていたことは、民主主義の価値観で言えば、他人の自由を奪って、自分たちの私腹を肥やすということだ。つまり特権階級とは、下層階級である庶民の自由を奪うことを必要とする者たちのことだ。だから庶民の人権が保障されなければならない民主主義と特権階級は相入れない。確かに民主主義の中にも格差はある。民主主義の中には大金持ちもいるし、貧乏人もいる。不幸せな人間だっている。すべての人間が平等というわけにはいかない。人間には運があるし、個性もある。民主主義の基本は確かに自由、平等、平和だが、完全な平等など実はありえない。それに平等という名のもとに個性や運を切り捨ててしまう人間もいる。でもそれでは平等ではなくなってしまう。人間は神じゃない。人間には完全なものなど作れない。人間はただそれを求めるだけだ。しかしだからといって利権や特権を認めたら民主主義は破壊されてしまう。例えば何かの努力をした者が実力をつけて大金を稼ぐ。大金持ちになる。でも実力は特権とは言わない。実力で得たものは正当な権利だ。例えば何かの才能に恵まれた者がその才能の力で大金を稼ぐ。大金持ちになる。でも才能は特権とは言わない。
才能で得たものは正当な権利だ。でも利権は違う。利権は特権だ。特権階級の存在はやがて、民主主義を破壊し、庶民の自由を奪い始める。利益誘導による政治、官僚、財界の結びつきというのは利権のことだ。そして利権というのは特権のことでもある。つまり利権を持っている人間は特権階級ということだ。民主国家の日本に特権階級が存在したら、日本の民主主義は破壊されてしまう。そして特権階級の力が強まれば、日本は全体主義に傾いていく。この日本で利権の存在が許されてしまえば、大勢の人間が利権に群がり出して、利権の力は時間とともに強まっていく。30年前、当時の日本国民は、政治、官僚、財界に、不正な癒着問題が存在することに、気がついていた。それは、マスメディアにより、庶民に報道された。当時、太平洋戦争の記憶がまだ残っていた日本のマスメディアには、日本に言論の自由を維持する責任を自分たちが担わなければならないという意識があった。日本の国会議員の中に族議員と呼ばれる議員が存在し、族議員は業界団体に利益誘導をする。そして族議員は業界団体からキックバックとしての政治献金を受け取る。族議員はその莫大なキックバックによる金の力で選挙に勝つ。そしてそのためには官僚の協力が必要になる。協力した官僚には官僚を退職した後の就職先、いわゆる天下り先という褒美が与えられる。その天下り先で利益誘導に協力した官僚は莫大な報酬を受け取る。その問題はテレビのニュースでも新聞、雑誌でも報道された。国民は当然利益誘導など反対だった。どんな国でも国民は自分たちの国のために税金を支払う。しかし民主国家の場合は主権者は国民だ。だから民主国家の場合は庶民は自分たちに税金を支払っていることになる。その税金が自分たちのためではなく、どこかの誰かが私腹を肥やすために使われる。それは間違いだと皆が分かった。
しかし利益誘導による政治、官僚、財界の癒着が本当は何を意味するのか、そのことが今後自分たちにどういう影響を及ぼすのか。当時の日本人にはそこまでは考えが及ばなかった。かつては世界中が封建制度による全体主義国家だった。そして特権階級が世界を支配していた。だから特権階級イコール悪党というのは異様な感じがする。歴史を否定しているように思える。だが事実だ。民主主義の価値観では特権階級というのは悪党のことだ。歴史は証明している。特権階級は下層階級から欲しいものを奪う。下層階級の労力、下層階級の時間、下層階級の能力、下層階級の才能、下層階級の信用、下層階級の金。奪うものは数限りなくある。そして30年以上も前から日本には利権がある。利権とは特権のことだ。利権を持っている以上、彼らは特権階級だ。民主国家の日本に特権階級が存在したら、日本の民主主義は破壊されてしまう。民主国家であるはずの日本の特権階級の存在は、民主国家では主権者であるはずの国民を下層階級に引き下げてしまう。そして特権階級は下層階級の自由を奪うことによって自分たちの立場を維持しようとする。しかし日本の庶民はそこに気がつけなかった。本当なら隠れた特権階級の存在を日本の庶民が暴き出し、日本の庶民が彼らと戦わなければならない。だが日本人はこれまでそこに気づけなかった。誰かが何とかしてくれる。この問題を解決してくれる人間がやがて現れる。日本人はそう考えてしまった。だがそれは間違いだ。民主国家日本の主権者は日本の庶民自身だ。隠れた特権階級の存在を許してはいけないのも日本の庶民自身だ。民主国家日本では今は18歳以上の男女が選挙の投票権を持っている。庶民はなんで選挙に行って投票する？それが国民の義務だからか。違うね。
選挙に行くのは、自分たちの自由を奪われたくなければ、戦うしかないからだ。たとえ日本が民主国家であろうと、利権や特権を許してしまったら、庶民は自由を奪われてしまう。それを防ぐために選挙に行くんだ。民主国家の庶民には、自分たちの自由を奪われないために、戦う権利がある。しかし日本の学校では、それを教えない。人権を奪われたらどうなるか。例えば10年前まで、ワーキングプアという言葉が、マスメディアで話題になっていた。ワーキングプアとは、貧困線以下で労働する人々のこと。働く貧困層と解釈される。かつては貧困は、失業と関連づけられる傾向にあった。しかし、雇用につきつつも貧困という、新しい種類の問題が、日本でも増え始めた。日本では国民貧困線が、公式設定されていないため、明確な定義はないが、一般には働いて収入を得ているものの、その収入の水準が低く、生活の維持が困難な人々と理解される。その言葉が話題になったのは、10年前までだ。だが、10年前に突然、日本のワーキングプアが減ったはずがない。日本のワーキングプアは、この10年間で急激に増えたはずだ。だがマスメディアでは10年前から、全くこの問題を取り上げなくなった。まるでワーキングプアの問題を隠しているようだ。30年も前から日本の庶民の人権は、隠れた特権階級に奪われ始めた。そして10年前から、それは、急激にひどくなった。これは、そういうことなのかも。再生リスト7に続きます。